ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ソニーの新作映画、スパイダーマン、ブランニューデーが、世界興行収入で予想をはるかに上回る大成功を収めている裏で、ジェームズ・ガン監督率いる新たな DC ユニバースと、その最新作、スーパーガールにとって、想像しうる限り、最も恥ずかしい比較を生み出してしまったという話題についてよ。現在、この両作品の興行収入のあまりにも残酷な格差が、ハリウッド全体のフランチャイズ戦略を揺るがす大問題として、業界の内外で激しい議論を巻き起こしているの。スパイダーマンの新作。ネットニュースでも大ヒット公開中でめっちゃ派手に宣伝しとるのを見とった場合。でも、その裏で DC のスーパーガールが恥ずかしい思いをしとるなんて表面的なニュースじゃ全然わからんかったとよ。アメコミ映画の勝ち負けがそこまではっきり出とると。今日は、スパイダーマン、ブランニューデーが叩き出した歴史的な興行収入の全貌とアメコミオワコン説の終焉。そして、スーパーガールが陥った今年最大の商業的失敗と DC ユニバースが抱える致命的な戦略ミスについて徹底的に解説していくよ。これは、絶対に面白い裏話がありそうばい。片方はメガヒットでウハウハなのに、もう片方は公開処刑されとるってことやろ？同じスーパーヒーロー映画なのに、なんで、そんなに、天国と地獄に分かれてしまったんか、うちが、視聴者のみんなを代表して、ガンガン毒舌でツッコミ入れさせてもらうけんね。しっかり教えてちょうだい。それじゃあ、順番に詳しく見ていくよ。まず、ソニーが手掛ける、最新作、スパイダーマン、ブランニューデーの凄まじい大ヒットの数字から、紹介するね。最新の業界予測によると、この映画は30日の先行上映分を含めて、なんと31日だけで国内で約1億6800万ドルの興行収入を上げたと見られているの。1億6800万ドル？ちょっと待って、それってアメリカ国内の31日、たった1日の数字ってこと？日本円に換算したら250億円以上倍。1日でそんな天文学的なお金が動くと？映画館にどれだけの人が押し寄せたか想像するだけで恐ろしい倍。さらに驚くべきはその内訳だよ。正式公開前日の30日に行われた先行上映だけでなんと約7200万ドルという史上最高記録を塗り替える数字を叩き出したの。先行上映というのは熱狂的なファンがいち早く映画を見るために平日の夜などに行われる上映のことなんだけど、そこですでに記録破りのロケットスタートを切ったんだよ。平日の夜に映画館に行くオタク。いや、熱狂的なファンたちだけで7200万ドルも落としていったんやね。スパイダーマンの人気、そこが試練倍。それで、その後の週末はどうなったと？先行上映で史上最高記録を塗り替えた後も、スパイダーマン、ブランニューデーは驚異的な快進撃を続けているの。現在の予測では、この映画はハリウッド映画の史上最高の国内オープニング週末興行収入を記録する可能性があると言われているんだよ。史上最高？ってことは、今まで公開されてきたすべての映画の中で一番売れとるってこと？そうなの。業界アナリストの中には、あの社会現象になったメガヒット作、アベンジャーズ、エンドゲームが持っている国内オープニング週末興行収入の歴代記録すらも、脅かす可能性さえあると考える者がいるほどなんだよ。あのアベンジャーズの集大成やったアベンジャーズ、エンドゲームを超えるかもしれんと。そんなの、映画の歴史がひっくり返るレベルの特大ニュースやんか。世界全体での売り上げはどうなりそうなん？世界的に見ても、この1週間で興行収入の予測値は劇的に上昇しているの。一部の予測では、公開初週の世界興行収入は、最終的に8億ドルから10億ドルの間になる可能性があると示唆されているんだよ。初週で10億ドル？日本円で1500億円倍。もう数字がでかすぎて頭がクラクラしてくるとよ。映画1本で小国の国家予算くらい稼ぎ出しとるやん。もちろん、これらの予測が最終的に正確かどうかは、週末が終わって公式な数字が出るまではまだわからないよ。しかし、観客が膨大な数集まったことは、もはや疑いの余地がない事実なの。そりゃ相対。ニュースでも映画館の前に大行列ができとる映像が流れとった場合。そして、このスパイダーマン、ブランニューデーの圧倒的な大成功は、ハリウッドにある一つの終止符を打つことになったと言われているの。それだけでも、スーパーヒーロー映画は、もはや、大勢の観客を集めることができないという、近年、ますます一般的になっていた主張を、完全に打ち砕くはずだと、記事は指摘しているんだよ。ああ。最近よく言われとった、アメコミ映画オワコン説ってやつやね。ヒーロー映画は、もう飽きられた。
ポリコレばっかりでつまらなくなった。でネットで散々叩かれとったけど、結局のところ、本当に面白いスパイダーマンみたいな映画を出せば、お客さんは何億人も集まるってことが証明されたわけやね。オワコンやったのはアメコミじゃなくて、つまらん映画やったってことたい。葵、まさにその通りだよ。スパイダーマンは常にハリウッドで最も興行収入を稼げる作品の一つだったから、この大ヒット自体はある意味で順当とも言えるの。でもね、この華々しい成功の裏で、ワーナーブラザース、ディスカバリーに関しては、見出しは全く異なる物語を語っているのよ。出た場合、もう一つの主役、DC のスーパーガールの悲惨な話やね。ワーナーブラザースって言ったら、ハリーポッターとかバットマンとか作っとる超大手スタジオやろ。そんな大手がなんで悲惨なことになっとると？ここからが地獄のような現実だよ。報道によるとね、ジェームズ・ガン監督率いる新たな DC ユニバースの最新作、スーパーガールの制作費は、なんと約1億7000万ドルだったの。1億7000万ドル。作るだけで250億円以上かかっとるんやね。まあ、アメコミの超大作なら CG とかでそれくらいかかるのは普通なんやないの？制作費自体は大作映画としては珍しくない金額だよ。でも映画ビジネスはそれだけじゃないの。映画を世界中に届けるための配給費用や大々的に CM を打ったりポスターを作ったりするマーケティング費用というものが制作費とは別に巨額にかかるんだよ。だから業界アナリストはスーパーガールが全ての費用を差し引いた後に利益を出すためには全世界で6億ドル以上の興行収入が必要になると推定していたの。6億ドル以上稼いでやっと赤字と黒字のトントンになる損益分岐点に届くってことたいね。ハードルが高すぎる場合。で、結果はどうやったと？ 6 億ドルちゃんと稼げたん？残念ながら全く届かなかったの。この映画は全世界での興行収入がわずか約1億2500万ドルにとどまって、そのまま劇場公開を終えてしまったんだよ。はぁ？ 1 億2500万ドル？ちょっと待って。作るのに1億7000万ドルかかっとるのに、世界中の売り上げを全部かき集めても1億2500万ドルしか回収できんかったと。しかも、そこから映画館に半分持っていかれるんやろ？完全に超特大の大赤字やんか。その通りだよ。つまり、スーパーガールは今年最大の商業的失敗作の一つという不名誉すぎる烙印を押されることになってしまったの。今年最大の失敗作。ワーナーの偉い人たち、今頃社長室で頭抱えて白目向いとるやろうね。俺たちの250億円が宇宙の彼方に消えてしまったって。でもさ、それだけでも十分悲惨やけど、スパイダーマンとどう関係してくると？ここからが記事が指摘している想像しうる限り最も恥ずかしい比較の話なのよ。今やスーパーガールのその期待外れの成績はスパイダーマンブランニューデーの圧倒的な大成功のおかげでさらに無視しにくいものになってしまったの。無視しにくいってどういうこと？数字を並べてみるとね、ソニーのスパイダーマンブランニューデーは31日、たった1日の国内だけの興行収入で約1億6800万ドルを稼いだよね。一方で、ワーナーブラザースのスーパーガールは劇場公開期間全体を通して全世界で稼いだ金額が1億2500万ドルだったの。つまり、ソニーはたった1日で、しかもアメリカ国内というある一つの市場において、ワーナーブラザースディスカバリーの最新 DC 大作映画が全世界で劇場公開期間全体で稼いだ金額よりも多くの収益を上げてしまったということなのよ。ギャハハハハ。なんそれ。公開処刑にも程がある場合。片方は世界中のお客さんを何ヶ月もかけてかき集めてやっと1億2500万ドルなのに、もう片方はアメリカ人だけでたった1日で1億6800万ドル稼いであっさりぶち抜いたってことやろ。1日の国内売上が全期間の世界売上に勝つとか、どんだけスーパーガール人気ないんと。恥ずかしくてマンと隠して地球から逃げ出したくなるレベルばい。葵、笑いすぎだよ。でも、映画業界の人間からすれば、背筋が凍るような現実なの。そういった残酷な比較の統計データは、映画スタジオ、そして DC スタジオの責任者であるジェームズ・ガンに対して、非常に長い間付きまとう傾向があると、記事でも厳しく指摘されているんだよ。お前の作った映画、スパイダーマンの1日分の売り上げにも負けたよね、って一生言われ続ける十字架を背負ってしまったんやね。ジェームズ・ガン監督、マーベルから DC に引き抜かれてトップになったのに、古巣のマーベルキャラであるスパイダーマンに公開処刑されるとか、皮肉が効きすぎとるばい。
ここで、このあまりにも残酷な結果に対してネットのユーザーたちはどんな反応を示しとるんか教えてよ。ネットのユーザーたちもこの歴史的な大差に驚愕しているよ。いくつか反応を紹介するとね、アメコミオワコンじゃなくて DC がオワコンなだけだったことが証明されてしまったな。スパイダーマンの1日に負けるスーパーガールって、ジェームズ・ガンのリブート計画完全に終わっただろ。映画館に足を運ばせる魅力があれば人はちゃんと集まる。スパイダーマンはその期待に見事に応えただけ。知名度のないキャラに1億7000万ドルも突っ込むワーナーの経営陣はビジネスのセンスがなさすぎるというように、スパイダーマンへの称賛と DC スタジオの惨状に対する呆れ果てた声が殺到しているの。視聴者は本当によく見とるばい。知名度のないキャラに大金突っ込むなってまさにその通りたい。パチンコで全財産すってまうおっちゃんと同じ思考回路やん。ポリコレとか意識高い系のアピールばっかりしとる暇があったら、お客さんが本当に見たい王道のエンタメを作れって話したいね。なぜ DC は知名度の低いキャラクターに巨額の予算をつぎ込んで大失敗してしまったのかという疑問こそが、この問題の一番深い部分なの。ここで DC スタジオが陥った致命的な戦略ミスと新たなユニバース構築の失敗という最大の核心に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。実は、スパイダーマンがスーパーガールを上回る活躍を見せること自体は、さほど驚くべきことではないと、記事では言われているの。まあ、スパイダーマンは、昔から、世界中で大人気のヒーローやけんね。誰でも知っとる王道中の王道ばい。その通りだよ。スパイダーマンは何十年にもわたり、世界で最も認知度の高いスーパーヒーローの一人であり続けているからね。だから、より興味深い疑問はそこではなくて、DC スタジオが十分な基盤を築く前に、新たな映画ユニバースの構築を加速させようとしすぎたのではないかということなの。基盤を築く前に加速しすぎた？それってどういうことなん？今回、ジェームズ・ガン監督が手掛けたスーパーマンの映画がリブートされた、つまり新しく生まれ変わった DC ユニバースの出発点となったの。そこまでは良かったんだけど、スタジオはその後すぐにバットマンやワンダーウーマンのような誰もが知っている主要キャラクターを登場させるのではなく、直接スーパーガールの単独映画へと方向転換してしまったんだよ。なんで？普通なら、スーパーマンの次はバットマン、その次はワンダーウーマンって人気のある看板ヒーローから順番に出して確実にお客さんを掴んでいくのが定石やろ？なんでいきなりスーパーガールみたいなちょっとマイナーなキャラの大勝負に走ったと？その決断には常に大きなリスクが伴っていたと指摘されているの。確かに、スーパーガールは DC コミックスを読んでいる熱心なファンの間では確固たるファン層を築いているキャラクターなのよ。でもね、これまでの実写映画の歴史を振り返ると、このキャラクターが大規模な劇場版大作の主役を務めることができるという証拠は、ほとんど示されてこなかったんだよ。過去にも、スーパーガールの実写映画ってあったと？あったのよ。例えば、ずっと昔の1984年に公開された映画、スーパーガールは、興行的に大きな苦戦を強いられたの。さらに、ごく最近公開されたザ・フラッシュという DC 映画でも、サシャ・カレという女優さんがスーパーガール役で華々しくデビューしたんだけど、残念ながら、そのザ・フラッシュも興行成績が著しく低迷して大赤字を出した作品になってしまったんだよ。過去に何回も失敗しとる、いわば鬼門のキャラクターやったんやね。それやったら、新しいユニバースを立ち上げる一番大事な初期の段階で持ってくるなんて、完全に自爆行為ばい。なんで、ワーナーの偉い人たちは、過去の失敗から学ばずに、それに、ゴーサインを出したと？学習能力がなかと？そうした悲惨な前例があったため、スーパーガールは、全く、新しい映画ユニバースの初期の勢いを築くための作品としては、非常に難しい、無謀とも言える選択だったんだよ。当然ながら、スパイダーマンとスーパーガールを比較するのは不公平だと主張する人もいるの。彼らの言うことは、ある程度までは正しいよ。そりゃあ、そんな化け物みたいな実績があるスパイダーマンと、過去に失敗続きのスーパーガールをいきなり比べるのは、ちょっとかわいそうな気もするばい。スパイダーマンは、長年にわたり、ハリウッドで最も安定した人気を誇るフランチャイズの一つであり続けているからね。最近のトム・ホランドが出演した過去のスパイダーマン映画の成績を見てみると、全世界でそれぞれ約8億8100万ドル、
次が11億3000万ドル。そして最高傑作と言われた作品では約20億ドルものとんでもない興行収入を上げているの。彼自身も業界で最も稼げるスターの一人となっているんだよ。20億ドル？桁が狂っとるばい。スパイダーマンっていうブランドがどれだけ世界中の人から愛されとるかがわかる数字やね。しかしね、葵。まさにその実績の差こそがフランチャイズ構築がいかに重要であるかを如実に示しているのよ。ライバルであるマーベルスタジオはより野心的なマイナーキャラクターのプロジェクトへと事業を拡大する前に長年にわたりアイアンマンやキャプテンアメリカといった自社の代表的なヒーローたちを映画の中で慎重に時間をかけて確立してきたんだよ。なるほど。マーベルは最初に絶対に受ける王道のヒーローを丁寧に描いて映画の世界観をお客さんに好きになってもらったんやね。その強固な土台があったからこそ、後からマイナーなキャラを出しても、あのマーベルの新作なら見に行こう、でファンがついてきてくれたんや。その通りだよ。対照的に、今の DC スタジオは、バットマンなどの多くの人気キャラクターが新シリーズに登場して、世界観が定着する前から、あまり知られていないキャラクターに、観客が感情移入するよう求めているように見えるの。その戦略が最終的に成功するかどうかは、依然として未解決の問題だと記事は指摘しているよ。基礎工事も終わっとらんのに、いきなり立派な屋根を乗せようとして、家が倒壊したようなもんたいね。お客さんからしたら、お前誰やねん、状態のキャラに、いきなり感情移入しろって言われても、無理な話ばい。DC の経営陣は、マーベルが何年もかけてやってきたことを、焦って、ショートカットしようとして大失敗したんやね。初期の財務実績は無視できないほど素晴らしいものだったスパイダーマンに対して常識的に考えてスーパーガールがスパイダーマンを凌駕すると予想した者は誰もいなかったはずだよ。しかしこれほどまでに残酷なほど大きな差になると予想していた人もほとんどいなかったの。まさか1日分の売り上げで全世界の売り上げをぶち抜かれるとは思わんかったやろうね。競合するスーパーヒーロー映画が公開初日の国内興行収入だけで自分の映画が全世界での劇場公開期間全体で稼ぐ興行収入を上回ってしまった場合、当然ながらスタジオ内部でも長期的なフランチャイズ戦略について深刻な疑問が生じることになるの。俺たちのやり方間違っとるんやないか？で、やっと目を覚ます時が来たってことたいね。ジェームズ・ガンはワシントン DC の再建、つまり DC スタジオの立て直しには時間がかかると繰り返し強調しているの。しかし、初期の興行成績を見る限り DC スタジオは自分たちの拡大し続ける世界観がわざわざ劇場で見るべき必見のものであると観客に納得させるためにまだ相当な努力をしなければならないようだと厳しく評価されているんだよ。そりゃ相対。時間がかかるって言い訳しとる暇があったら、お客さんが本当に見たいと思う脚本を練り直さないかんよ。中途半端な映画を乱発しても、ブランドの価値が下がるだけばい。一方、スパイダーマン、ブランニューデーは、観客が本当に見たいスーパーヒーロー映画には、依然として驚くほど、多くの観客が足を運ぶことを改めて証明してくれたの。ワーナーブラザース、ディスカバリーと DC スタジオにとって、それが、おそらく、最大の教訓となるだろう、と記事は締めくくっているよ。お客さんは、絶対にバカやないけんね。ブランド名にあぐらをかいて、中途半端なもん出したら、容赦なく見捨てられるっていう、ハリウッドの厳しい現実を見せつけられた場合、DC も、これから死に物狂いで、本当に愛されるヒーローを作っていかないかんね。ということで、今日は、スパイダーマンの歴史的大ヒットと、スーパーガールの大爆死から見る、アメコミ映画の戦略の差という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。